ハリアーのハイブリッドとガソリンモデルで燃費の比較をしていきたいなと思います。ハイブリッドモデルの方は先立って撮影を終えていますので、まずはその時の結果のシーンから簡単に流します。折り返し地点に到着しました。では、ただいまの燃費はいかがでしたでしょうか。 23.9 キロでした。はい、ありがとうございました。すいません、もう深夜なんでね、燃費はね、23.9 キロと、すごくね、立派な数値になりました。カタログ燃費が 22.3 でしたので、余裕を持ってね、超えてくれています。このハリアーは18インチタイヤを履いて、車重が1620キロ。そうした SUV でありつつ、これだけね、コンパクトカーの純ガソリンモデルを超えてくるような燃費で走れるというのはね、素晴らしいなと思います。ゴールでーす。さあ、今回の燃費は、距離 39.1 キロ走りまして、25.1 キロの燃費が表示されました。なかなか笑顔になれるというか、もう相当笑顔になれるような燃費ですね。ということで、25.1 キロという結果でした。で、今日ね、今乗っているのはガソリンモデルになります。大人2人が乗車していて、で、半々で走って、この辺りね、条件一緒です。交通量に左右されにくい夜間に同じ道をドライバー2人で半々で走る。で、AC がオンにしていて、ドライブモードはノーマル。このあたりね、条件揃えて行っていきたいなと思います。車の比較なんかもね、両者の比較なんかもしていきたいなと思いますので、どうぞこのままご覧いただけましたら嬉しいです。それでは行ってきまーす。途中経過です。現在ね、出だしの部分を走ってきまして、燃費は 11.5 から11.7 ぐらいが表示されています。やっぱりね、このクラスの SUV で、車重が1500キロ台の SUV で15キロ、カタログ値のね、15キロぐらいで走るというのは、なかなか難しいんじゃないかなっていうのをね、ちょっと感じています。ただね、すごく熱効率の高いエンジンを搭載した車ですから、これから走っていったらもうちょっとは良くなってくれるんじゃないかなって予想をしています。でね、今自分リアシートに座っていますので、概要的な部分と、あとリアシートの印象なんかをね、ちょこっと述べていきたいなと思います。で、比較なんですけれども、2台はね、両方とも2024年式です。今年モデルの、ハリアーハイブリッドと、ガソリンモデルでね、グレードが一つ異なります。ハイブリッドがグレード G、ガソリンモデルがグレード S になります。これちょっとね、理由というか、ハイブリッドのグレード S がなくなっちゃったんですね。2023年末でハイブリッドの一番安いグレードがなくなっちゃった。もともとはね、2022年でマイナーチェンジされたハリアーですけれども、そのまま S、G、Z という3つのグレードがありました。ハイブリッドの方のS がなくなっちゃいまして、今ね、ガソリンモデルのみ S というのが存在します。それによってあれです、価格差が今100万円あるんですよね。ガソリンモデルの S が310万円、ハイブリッドモデルの一番安い G が410万円ということで、100万円の価格差があります。もちろんこれはね、動力源の差だけではなくて、内装の装備とかね、いろいろ違いますので、ハリアーらしいと言ったらね、やっぱり G の方が上級車らしい装備になりますから、ハリアーに合ってるのはそっちというのはありますけれどもね。ただ、ガソリンの S が310万円、デビュー当時が299万円で、もうめちゃくちゃね、バリュープライスと感じましたけれども、今でもね、他の車がどんどん値上がっていく中で、毎年10万円ずつ上がっていく車もありますからね。そんな中で、この310万円で選べるこのハリアーのガソリンモデル、すごくいいんじゃないかなっていうのを感じています。でね、2024年式のハイブリッド G とガソリンモデル S、今日の比較はみんなこれになります。でね、概要的な部分で言うと、ハイブリッドの方がピリッとした乗り味で、個性とかね、主張とか、言ってみればちょっとスポーツティー感っていうのかな、それも感じます。ハイブリッドモデルのグレード G はシートもコンビシートで、かなりね、サポート性の高いシートをしていました。で、これはフロントシートだけではなくて、リアシートも一緒。で、乗り味もね、それに合わされているのかなっていう感じでした。詳しくはね、後で述べます。で、こっちのガソリンモデルの方は、シートもね、普通に柔らかいですし、前後シートともに柔らかくて、で、乗り心地もマイルド感あります。
一応タイヤサイズがね、扁平率って言ったら5違うんですけれども、それ以外にもね、なんか違いがありそうな感じで、柔らかくて、どちらかといえばコンフォー的なのはこっちのガソリンモデルの方。で、リアシートで、ちょっとね、お互いの比較簡単に。まず柔らかいのはガソリンの S の方です。で、ハイブリッドの G の方は、硬くてね、ちょっとサポート性も強められていて、ガンガン走ってもね、いいような作りというのかな。車全体がそっちの方向で統一されていました。ガソリン S の方は、すごくね、こう優しいシートなんですけれども、こっちもね、背もたれがいいんですね。ガソリン S の背もたれは柔らかくて普通の感じです。でも背中の沈んでほしいところが沈んでくれて、その沈んだ先でね、左右の揺れをこう支えてくれるような、そういった作りをね、感じます。このあたりね、いいですね。あとね、ハイブリッドモデルの時は、シートバッグの背もたれのところに縦溝がね、刻まれていて、結構これが硬いんですね。硬くて短時間だとゴツゴツするかもしれない。でも長時間乗っていると、それがすごくね、サポートの効いているっていうのを感じました。で、あと座面の部分。座面もやっぱりね、ガソリンの方が柔らかいんですけれども、この S の方が柔らかいんですけれども、外側の部分とかはね、ハイブリッドちょっと硬くて、やっぱりこうサポート性強められていた形したんですけれども、こっちのガソリンの S の方はそこも柔らかくてね、足の置き場に困らないというか、自由度高く座れるのはこっちのガソリンモデルの S の方になります。なので短時間とか乗られるんでしたらね、こっちのガソリンモデル S、意外と捨てがたい、グレードが低いから悪いとかではなくて、これもね、用途によってはめちゃくちゃいいんじゃないのというところをね、感じています。では今度ね、折り返し点に行って途中経過を述べていきたいなと思います。折り返し点に到着しました。では、ただいまの燃費はいかがでしたでしょうか。ただいまの燃費は 13.4 キロでした。はい、ありがとうございました。燃費ね、13.4 キロというところで、カタログ燃費から1割低いぐらい、このくらいが妥当なところかなといったところでしょうかね。ハリアーね、乗っていて思ったんですけれども、すごくね、快適な車です。多少ね、エンジンの微振動とか伝わってくるのを除くと、すごく滑らかでね。で、特に運転席と助手席とフロントシートに座っていると静かですし、それ考えたらね、その、走りの質と燃費と考えたら、やっぱりね、燃費いい方じゃないのかなって思います。では、これでね、ドライバー変わりまして、次は私、ヒラリー男爵が運転してまいります。道中ね、途中明るいところに行ったら、また車の感想とかを述べていきたいなと思っています。途中経過です。さあ、今ね、ドライバー変わってきまして、私、ヒラリー男爵が運転しています。でね、燃費は 13.1 キロが表示されていて、26キロ走ったところでね、さっきと大体一緒かなといったところです。頑張れば15キロいけるんでしょうけれども、頑張ってね、燃費の伸ばそうと走るんだったら、それはそれで条件合わせなきゃいけないですから、今日は普通にね、気楽にこんな感じで喋りながら行きたいなと思います。で、さっきの話の続きいきますね。両者で感じる違いとかね、そのあたり。じゃあまずね、乗り心地の話。乗り心地がね、自分が乗ってきた中ですと、ちょっとね、違い感じるんですね。このガソリンモデルの方がコンフォート的なね、味付けを感じます。すごくふわふわというよりは、でもサスペンション全体がこう大きく動いてくれて、で、優しい方向っていうのかな。でね、伸び側が結構抑えられているのでね、重厚だと、車重が1500キロ台で、伸び側がね、あんまり伸びるのを感じないような乗り味で、沈む方はね、柔らかいといった感じ。このあたりがね、トヨタ車のうまいところというかね、トヨタ車に求めたいところであって、こういった乗り味作ったらトヨタ車うまいのかなって感じるところです。で、前後のバランスで言ってもね、このガソリンモデルは、同じような感じ。もっと、リアが柔らかい車っていうのもトヨタ車結構ありますし、逆にハイブリッドモデルはね、前柔らかくしてハンドルクックって効いてるような感じがね、すごく強められていましたから、このあたりちょっと違いなんでしょうかね。もしくは、グレードの差か個体差かといったところで、その個体差というのがね、
サスペンションに使われている乗り心地に関連する部品で、車の中で一番重要な部分と言ってもいいのかな。サスペンションダンパー、そのショックアブソーバーというのがあるんですね。スプリングが動きすぎないように抵抗になっていて、でも抵抗だから抵抗しすぎちゃうと、抵抗が強すぎちゃうと車がギスギスしたりガツガツしやすい。乗り心地はね、大部分はそこで決まると言っても過言ではないところがありまして、でそれがね、メーカーが納入するときに 10% の誤差というのが認められているそうなんですね。その硬さで 10% の差。それがあるので、下手をするとね、前後輪とか左右輪とかも含めて、最大で 20% 変わってきちゃう計算になるのかな。そういうのもあるんでね、話半分に聞いてほしいところなんですけれども、こっちのガソリンモデルの方がコンフォート的な味付けを感じます。あとタイヤがちょっと違って、ハリアーってもともとグレード S、G、Z ってありまして、タイヤサイズもね3種類あるんですよね。 S が17インチで G が18インチで、上位の Z が19インチって3つありまして、厚みで言うとねそんな変わらないです。どれも225幅で、17インチが65、18インチが60で、19インチが55だったかな。そんなにね、そんなに大きく乗り味が変わるほどには変わってきませんけれども、今日の車がね、アレンザというブランドの、ブリヂストンのね銘柄、市販のタイヤとはね多分違うと思うんですけれども、アレンザと書かれているタイヤの225の6517インチですのハリアーに乗っていて、このガソリンモデルの方がね全体的にコンフォート、前後ともに優しくて、で前後のバランスもいい感じ。この前ちょっとこのハリアーのリアシートに座って山道の方行ったんですけれども、リアシートに乗っているとフロントのロールしてる感じとかもね分かりやすいですね。なんて言いまして、このダッシュボードの傾きとかでロールがね分かりやすいぐらいにちょっとねロール感はあります。ハイブリッドの方がね、この前乗ったグレード G が同じ2024年式で、オドメーターもねそんなにいってなかったと思うんですね。でそれ乗った時にちょっとフロントは動きやすいけどリアは引き締まったタイプで、全体的にもね少し硬さを感じました。そんなこともあってね、キビキビ感っていうのかな、運転していてキュッキュッて効く感じとかね、あとリアシート乗っていてゴツゴツ感が強いのもそっちのハイブリッドの方だったんですね。でそこで言うともう一つ、このハンドル周り、今ねごめんなさいちょっと暗くてあれなんですけれども、このハンドルの中心付近、こっちのねガソリンモデルの方が低速時ねちょっと中心あたりでブニュっていった感じのところがあるんですね。ちょっとこのぐらいかな。ちょっとハンドル動かしますね。この辺ブニュってタイヤがよれて、その先でありがとう、その先でね今後ろから照らしてくれています。この先でちょっと効きが強くなる、この辺ねちょっと段差感がありますね。ありがとう。それはね、タイヤのよれかで、中心付近が少し柔らかい感じでダイレクト感が薄いのがこのガソリンモデルの方で、強く切った時にはね、大きく切った時にはやっぱりこっちもねずっしり重くなりますけれども、通常走行で使うところあたりで言うと少し軽めに感じるのがこっちのガソリンモデルの方です。ハイブリッドモデルの方は中心からねもうシャキッとしていて、どっしり感のあるステアリングの回し心地っていうのかな、あと切っていって、戻す瞬間のあたりとか、そのね切り始めと戻し始めが一番タイヤのブニュッとしたねところが分かりやすくて、でそういったところでもう全部含めてどっしり感があるのはね、ハイブリッドモデルの方で、タイヤが扁平率で言ったら65か60か、わずかな差なので、それがタイヤだけの差なのか、ハンドルの回し心地とか、全体的にね調整されているのか、もしくはハイブリッドとガソリンで若干重量違いますから100キロぐらいかな、その差なのか、ちょっと止まりますね、ごめんなさい、ちょっとブレーキ強くなっちゃった。どっちがというか、とりあえずね、このブレーキはガソリンモデルの方が扱いやすいですね。これは未だにと言いますかね、初代プリウスが出てきた時の初代プリウス、本当にねブレーキ扱いにくかったです。カックンとしちゃうところね。
そこからこう年々進化してきて扱いやすくなって、でも車のダンパーも特にフロントなんかがね動きやすくなってきて、ちょっとしたコクッとくるのもね目立ちやすくなってきた。それでいたちごっこ的にねブレーキもサスペンションも進化してきて、で未だにやっぱりハイブリッドはちょっとはありますかね。これはトヨタに限らずです。でそうね、ガソリンモデル乗ると使いやすいねと感じられるのがね、これはね実際に買う買わないは気にされないでしょうし、自分もなんだかんだ言ってねトヨタのハイブリッド乗ってます。結局ね、どこかいいところがあれば苦手なところ多少あってもねしょうがないといったところでね。で燃費はですねぐんぐん伸びてきまして、今止まった時ね一番いい時で 13.7 まで行きました。13.6、7をちょっと今繰り返してる感じかな。でハンドルの回し心地とか車の動き方でいう、それからブレーキ、この辺りに少し違いを感じて、あとグレードの差でいうと G と S、 これがシートの違いとタイヤの若干の違いがあるので、そこもちょっとね乗り味に効いてくるんじゃないかと。もう一つは、車の個体差の部分でちょっと話したいのが、この車体ね自分たち前に乗って動画にしたのがオドメーター50キロの時だったんですね。まだ本当の新車。それを100キロぐらい乗ったのかな。150キロの時はまだ乗ってましたから、借りてきてそれ乗って、その時と今とでやっぱり少し違いを感じる。これオドメーター4000キロなんですけれどもね、全部隠さず言うと1万キロ2万キロ下手したら4万キロの車としてもなんか考えられちゃうような、ちょっとしたところでねそれ感じます。何かっていうと、アクセルペダルの出だしのところで少しね引っかかりを感じるところが出てきてるのかなって。レンタカーなんでね、どんな乗り方されてるか分かんない、もうガバッとね低回転からどんどん踏んでいく人が多かったかもしれないですし、ちょっとこの辺でメンテナンスしたらまた最初の調子に戻るかなっていったところとか、少しねほんの少しねビビり音がしたりするんですよね。エアコンのブロワーファンのあたりとかね。やっぱりこれも車が静かだからでしょうね。やっぱりね車は静かです。他の車乗ってもね、クラス的にはクラス的には静かだって言いたくなる車、言ってる車はいっぱいありますけれども、このハリアーオドメーター4000キロで310万円、この辺から考えて、かなり静かですよね。やっぱり小さい車でも値段が上がってきたっていうこともありまして、そこが大きいのかな。でこれやっぱり車内広いんでね、車大きくて車内広いんで低音域は膨張される傾向というのはあります。これはハイブリッドもガソリンも一緒で、両方一緒なんですけれども、その低音の膨張が気にならない。音って圧力ですから、狭くてね空気が揺れにくい、圧力の圧迫された中だとなりにくい。広いと圧力が弱くなって、膨張しやすいっていうのはあるんですけれども、そういったところもね気になりにくい。ハリアーだからかトヨタ車だからか、この辺りねいいところですね。でそうだ、最後にね、当たり前というか両者ともにいい部分、このパワートレインね、パワーユニットっていうのかな、ハイブリッドもいいし、このガソリンもねめちゃくちゃいい。でライバルと比較した時にもうめちゃくちゃいいねと感じられるのはこっちのガソリンモデルの方ですかね。このガソリンモデル M20A というエンジンがものすごくいいですね。踏んだ時はシュイーンと高回転回りますし、低回転力強いですし、あと嫌な音がしにくい。この車ね、直噴とポート噴射両方組み合わせた燃料噴射システムを持っているんですね。名称で言うと D4S というタイプになると思います。でこのシステムがね、直噴っぽい嫌な音を出さずに、直噴の持つ緻密な燃料の制御で高回転でもねよく回る。この映画すごくいいんでしょうね。で熱効率も 41% 弱、40% を超えて熱効率を持っていて、すごく効率がいい。多分燃費もいい方でしょうし、それに伴ってねパワーも出ている。高回転とかシューンと吹けますからね。マニュアルモードにすると
タコメーター見てないとね、自動シフトアップで勝手に上がっていっちゃう方が早いぐらい、そのくらいのね、感覚になります。で、結構ね、自動でシフトアップしちゃう時も、かなり高回転よりね、レッドゾーン直前まで使ってくれるんですよね。6800回転ぐらいから、ここね、レッドゾーンなんですけれども、きっちりというかね、その辺まで使ってシフトアップしていく。CVT だけれども、高回転の良さ楽しめてね、加速感楽しめる。すごくいいんじゃないかと。で、ハイブリッドはハイブリッドで、これまたハリアーのハイブリッドいいんですよね。もうびっくりしちゃいました。今日褒めるとこばっかだね。なんかね、音がね、すごくスムーズ。シューンという音っていうのかな。4気筒と6気筒で例えると、直列6気筒のガソリンエンジンというのは、シューンというね、音がします。あとトヨタの8気筒もね、シューンといった感じがすごい強められていて。で、トヨタの場合ね、4気筒になるとどうしてもね、ボーっと音が目立つような音をしてたんでね、これはもう昔から。で、ハリアーのハイブリッドは、THS のね、苦手なところ、ちょっと官能的な部分、そのボーっていう感じのボワーって加速し始めるところが、シューっていう音がね、こう強められていて、多分そういう作りになっているんでしょうね。エンジンルームの空気吸うところとか、この車内に入ってくる防音材の配置とか、そのインシュレーターの使い方、厚み、そんなところで作られているのがね、すごく印象が良かったです。やっぱりハリアー全体として音にね、すごくこう注力された車なんじゃないかと、そんなところをね、思っています。ただハイブリッドの方はね、ちょっと乗り味ピリッとしていて個性的、少し乗り心地よりもドライバーがこの乗り味のために高いお金を出そうって思ってほしいというのかな、そういった意図が感じられるようなね、ところがありました。で、こっちのガソリンモデルはもう全体的にね、まとまりよくコンフォート、本当トヨタ車らしい、自分的に言うと、クラウンにこの乗り心地が欲しいなと思えるようなね。じゃあこれでね、折り返し、スタート地点に向かって集計していきたいなと思います。ゴールです。さあ、今日の燃費はですね、41.7 キロ走って14キロ、14.0 キロの燃費になりました。ごめんなさい、ちょっとね、一つね、曲がるところを間違えちゃいまして、1キロ、1. 何キロね、ハイブリッドの時から走行距離伸びちゃいましたけれども、ただね、同じようなところ走っていたのでね、大体そのぐらい。そうですね、差が、11キロぐらいかな。ハイブリッドの時は、WLTC モードを超えたんですけれども、今日の方がね、ちょっと下回りましたね。今日は WLTC モード 15.4 キロに対して走ってきて14キロでしたから、ちょっと下回った感じですかね。燃費計自体は安定していて、そうね、途中一番いい時で 14.1 キロまで伸びました。で、あとはね、もうずっと同じような数値でしたから、大体このような感じかなと。一応ね、本当ハイブリッドもこっちのガソリンモデルももう十分に車を温めてね、ホットスタートの一番安定した状態から同じように走れるといったところまで揃えたんですけれども、やっぱりあれですね、カタログ値燃費以上で走れる車とか若干割っちゃう車とかね、多少は出てきてもしょうがないのかなっていうのはね、感じています。でね、今日ね、ガソリンモデル乗って、おっと思ったところを一つちょっと、この状態で出していきますね。まずね、このテレスコピック、ハンドルの前後ですけれども、大きく動きますね。で、今までこういうのってね、クーペは大きく動いて、それ以外はちょっと飾り程度にね、2センチぐらい動くとか、そんなイメージもありましたけれども、やっぱりね、この辺り作りも凝っているんでしょうね。このテレスコピックというのが、衝突安全の関係とかもあったりなんかしてね、おいそれとはつけられない、おいそれとは稼働量を多くできないっていうのがあってね、このハンドルとかね、正確な位置にないとエアバッグが正確に開かない。そう、ちゃんとある程度ね、ここの距離を取って座って同じ位置、きちんと想定通りの位置にね、このエアバッグが開くかどうかというのはすごく重要らしいんでね、とりあえずそれともいろいろ含めて、このハリアーはね、この前後がしっかり動く。で G グレードになりますと、ここね、電動のチルダーのテレスコピックもついています。じゃあちょっとね、とりあえず一旦ちょっとメーター移しますね。ミーターせます。はい。今ね、やっぱりガソリンモデルなんでね、止まってる間に
13.987 と落っこってきちゃってね、今 13.7 になりましたけれども、どうしてもね、アイドリングの時にね、使うガソリンの量、これは排気量に応じてね、変わってきますんでね。で、右下、トリップ A、これが 41.8 キロ。で、燃費計がそこ 13.7 という感じになっています。で、この車はね、燃費計のリセットはステアリングスイッチの左手側で行います。あと、オドメーターのリセットはここ、メーターの左下のボタンでね、行うようになっています。で、今日のガソリンモデルはね、グレード S ということで、そんな特別なことないです。ちょっと前景映すとね、こんな感じ。すごくね、かっこいいこのハリアーのね、夜見ても美しい内装。この辺りもね、センターコンソールのボリュームありますし、ここの曲面とかもね、すごく綺麗なんですね。この辺りはちょっとね、昼間撮った時の内装の動画ので出したいなと思います。あと、シフトセレクターね。ハイブリッドモデルでも、ここマニュアルモードがついていまして、こっちが6段ぐらいありましたかね。トヨタのハイブリッドって、稀にこのマニュアルモードついていますけれども、これが4段だったり6段だったりね、いろいろしてます。あとね、ミラー、このルームミラーがね、ちょっと同時説このルームミラーがね、ハイブリッドの時は G でしたので、デジタルインナーミラーになっていました。で、デジタルインナーミラーね、夜撮ったらどんな感じかというのをね、ちょっと出します。リアの乗員が邪魔にならず、ここね、今後ろしていますけれども、全然ね、それが頭が入らない。それが一ついいところなんですけれども、もう一つ、夜間ね、後ろを見るときに、すごく明るく光ります。まず暗いところは持ち上げられて明るくなって、逆に明るいところはレベルが下げられて眩しくない。後ろのね、ヘッドライトとかはそんなに眩しくないように映ります。このあたりよく考えられてますよね。でね、明るいところに止めている時なんかは、後ろの車のね、乗員の顔まで見えちゃうぐらいの感覚で明るく調整してくれています。じゃあこんな感じでね、あとは動画長くなったので一旦ここで締めます。次は CX5 との比較です。同じところを走ってきて、印象ももっとね、お互いの特徴を明確に、ハリアーと CX5 比較を述べてきましたので、また上げていきたいなと思います。すいません、あとチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、左男爵でした。